関ヶ原の戦い、一日で日本の未来を変えた、史上最大の政治戦、慶長5年、1600年、9月15日、美濃の国、関ヶ原。霧に包まれた盆地で、東西10万を超えるとも言われる軍勢が向かい合った。東軍の中心は徳川家康、西軍の中心は石田三成。この勝利を足場に、家康はやがて江戸幕府を開き、日本は200年以上続く徳川の時代へ入る。そのため、関ヶ原は、天下分け目の戦いと呼ばれる。だが、勝敗を決めたのは、単純な兵力差でも、武将個人の強さでもなかった。家康は、徳川家の全軍を揃えられていない。嫡男、秀忠が率いる3万を超える軍勢は、上田で足止めされ、決戦に間に合わなかった。一方の西軍は、東軍に匹敵する兵力を持ちながら、その全てが戦ったわけではない。動かなかったもの、敵と密約を結んだもの、戦いの途中で味方へ刃を向けたもの。書状、恩賞、人質、家同士の因縁、恐怖、疑念、そして誰が最後まで味方でいるのかという極限の政治判断。家康は関ヶ原の一日だけで勝ったのではない。戦いが始まる前から西軍の結束を内側から崩していたのである。しかし、それでも勝利は確実ではなかった。午前中、西軍は激しく抵抗し、家康は秀忠軍を欠いたまま、豊臣政権の武将たちへ命運を預けていた。なぜ日本は東西に分かれたのか。なぜ西軍総大将、毛利輝元は戦場にいなかったのか。なぜ小早川秀秋は裏切ったのか。そして家康はどのように豊臣政権の内戦を自らの時代へつなげたのか。関ヶ原とは一日で終わった合戦ではない。秀吉の死から始まり、全国を巻き込み、日本の未来を決めた巨大な政治戦だった。第一章、天下人の死、慶長3年、1598年8月18日、豊臣秀吉が伏見城で死去した。天下統一を成し遂げた支配者の死によって、日本には巨大な権力の空白が生まれた。後継者の秀頼は幼く自ら政治を行えない。秀吉は徳川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家の五大老と石田三成ら五奉行に政権運営を託していた。複数の有力者が互いを抑え、秀頼を支える仕組みである。だが豊臣政権は制度だけで諸大名を従わせていたのではない。秀吉個人の威信が武将たちの不満と利害対立を抑え込んでいた。その秀吉が消えれば対立は表面化する。さらに朝鮮出兵の疲弊が残っていた。現地で戦った武将たちは戦況を報告し、功績を査定した奉行衆に不満を抱く。前線の武将と政権の実務官僚、その亀裂は秀吉の死後、政治闘争へ変わっていった。翌年、家康に対抗できる聖望を持つ前田利家も死去する。均衡を保つ重しが消え、領地、兵力、経験で抜きんでた家康が政権の中心へ近づいていった。第2章、徳川家康という巨大な存在。家康は長い戦国の世を生き抜き、同盟が永遠ではなく、忠義だけでは国が動かないことを知っていた。秀吉の死後、家康は諸大名との婚姻や接触を進め、争いを仲裁し、政務へ深く関与していく。これらは秀吉の意命に反するとして奉行衆から警戒された。ただし、この段階から家康が豊臣家滅亡と幕府開設までを完全に計画していたと断定することはできない。豊臣政権の中で最大の実力者を目指していたのか、すでに天下人になる意思を持っていたのか、その胸中はわからない。だが確かなのは、家康が権力の空白を見逃さなかったことだ。人々が判断を仰ぎ、争いの裁定を求める人物。正式な天下人でなくても、その役割を果たし始めた時、実質的な権力は生まれる。秀吉亡き後、諸大名が最も意識せざるを得ない人物は、すでに徳川家康だった。第3章、石田三成はなぜ孤立したのか。石田三成は秀吉の天下統一を行政面から支えた実務家だった。検地、財政、兵隊、諸大名との連絡、巨大な政権を動かすには、槍働きだけでなく、兵と物資を管理する人間が必要だった。だが、厳格な行政は必ずしも好意を生まない。朝鮮出兵では、福島正則、加藤清正、黒田長政ら前線の武将と報告や査定を担う奉行衆の対立が深まった。武将たちは自分たちの苦戦や功績が
正しく評価されていないと感じた。三成は政権の命令を実行しただけかもしれない。しかし武将たちには自分たちを査定し処分する権力の象徴に見えた。前田利家の死後、三成は複数の武将から命を狙われ沢山へ退く。政権中枢から外れた三成にとって家康の台頭は豊臣政権の乗っ取りに見えた。三成は秀頼を中心とする体制を守ろうとした。だが豊臣家を守るという思いは豊臣恩顧の武将すべてに共有されていなかった。同じ秀吉の家臣たちが同じ豊臣家を守る名目で東西に分かれる。それが関ヶ原最大の矛盾だった。第4章、会津へ向かった家康。慶長5年、家康と上杉景勝の対立が深まった。上杉家は会津で城や道路を整備し、家康側から軍備増強を疑われる。家康は景勝に上洛して説明するよう求めたが、上杉側は応じなかった。重臣直江兼続が家康側へ送ったとされる直江状は有名だが、現存する文面が状況をどこまで正確に伝えているかには議論がある。それでも家康が上杉討伐のため東国へ大軍を率いたことは確かである。家康の周囲には福島正則、黒田長政、細川忠興、山内一豊ら豊臣系大名も従った。家康が畿内を離れる。それは反家康勢力にとって大きな機会だった。三成と上杉が最初から緻密な攻撃作戦を共有していたと断定はできない。だが家康が東へ向かったことで三成が動く条件は整った。関ヶ原への時計はここから急速に進み始める。第5章、西軍の挙兵。三成は大谷義次らと協力し反家康勢力をまとめた。だが三成自身には諸大名を従わせる価格も巨大な領地もない。そこで西軍は五大老の一人で中国地方に大領国を持つ毛利輝元を総大将に迎えた。輝元は大阪城へ入り、奉行衆は家康を弾劾する。一方の家康は三成らが豊臣政権に反乱を起こしたと主張した。どちらも秀頼を敵とは呼ばない。どちらも自分たちこそ豊臣家を守る側だと唱えた。関ヶ原は徳川対豊臣の戦争ではない。豊臣政権の内部で誰が主導権を握るのかを争った内戦だった。西軍は大阪に残された大名の妻子を人質として確保しようとする。その中で細川忠興の妻ガラシャが人質を拒み家臣の手で命を絶った。その死は西軍の強硬な人質政策への反発を強めた。恐怖で集めた味方は強い忠誠では結ばれない。西軍は大軍を集めたが最初から共通の意志は弱かった。第6章、伏見城。最初に流れた地。西軍が最初に攻撃した重要拠点が伏見城だった。守るのは家康の重臣鳥居元忠。兵は少なかったが元忠は城を明け渡さず籠城した。伏見城は激しい攻撃を受けやがて落城。元忠らは戦死し城は炎に包まれた。西軍にとっては勝利だった。しかし少数の守備兵を倒すために時間と兵力を使った勝利でもあった。元忠の抵抗は西軍の進撃を遅らせ家康が東国で諸大名の意思を確認する時間を生んだ。同じ頃伊勢の大津城、丹後の田辺城、東北の長谷堂城などでも戦闘が起きた。関ヶ原とは一つの盆地だけで行われた戦いではない。東北から九州まで全国で同時に起きた戦争の中心決戦だったのである。第7章、家康、軍を西へ返す。三成らの挙兵を知った家康は上杉討伐を中止した。だが家康の軍勢の多くは徳川家臣ではない。福島正則、黒田長政、細川忠興、池田輝政、山内一豊。彼らは豊臣政権で領地を得た大名であり、大阪には妻子や親族を残していた。後世、小山で評定が開かれ、諸将が家康への協力を誓ったとされる。劇的な一斉決断がどこまで事実かは慎重に見る必要があるが、多くの豊臣系大名が家康と西へ向かう選択をしたことは確かである。彼らにとって敵は秀頼ではなく三成だった。三成を排除することが豊臣家を守ることにつながる。家康はその認識を巧みに利用した。東軍は徳川家だけの軍ではない。三成と対立してきた豊臣系大名を
家康が束ねた連合軍だった。東軍先鋒は美濃へ入り、織田秀信が守る岐阜城を攻略する。西軍は美濃東部で東軍を止められず、決戦地は大垣、そして関ヶ原へ近づいた。第8章、上田で止まった徳川秀忠。家康本体が東海道を進む一方、嫡男秀忠は3万を超える軍勢を率い、中山道を西へ向かった。その前に信濃上田城が立ちはだかる。守るのは真田昌幸と次男信繁。真田家は2つに分かれ、長男信行は東軍、父と弟は西軍へついた。どちらが勝っても家を残すための選択という側面があり、関ヶ原が家族まで引き裂いたことを示している。秀忠軍は上田周辺で真田軍と戦い、進軍が遅れた。ただし治山の原因を真田の奇策だけで説明することはできない。城攻めに時間を使った判断、家康の命令が届くまでの時間、大軍で中山道を進む困難、複数の要因が重なった。結果として秀忠軍は9月15日の決戦に間に合わなかった。家康は徳川家の大軍を欠いたまま関ヶ原へ臨むことになったのである。第9章、大津城。勝利によって失った兵力、西軍の兵力を関ヶ原から遠ざけた戦いが大津城攻めだった。城主京極高次は当初西軍側にいるように見せ、やがて東軍支持を明らかにして籠城する。西軍は交通の要地である大津を放置できず、立花宗茂や毛利勢を含む大軍を送った。西軍は激戦の末、大津城を開城させた。城攻めには勝った。しかし宗茂らの精鋭は関ヶ原の決戦に間に合わなかった。田辺城でも西軍は多数の兵を拘束されている。局地的な勝利を重ねながらも最も重要な日に兵力を集結させられなかったのである。家康は決戦へ兵を集めた。西軍は各地の敵を処理しようとして戦力を分散させた。戦争では全ての敵を倒す必要はない。最も重要な場所に最も必要な時、戦力を集められるかが勝敗を決める。第10章、決戦前夜。西軍主力は大垣城を拠点としていた。9月14日、杭瀬川付近で島左近らが東軍を破り、西軍は前哨戦に勝利する。西軍が最初から戦意を失っていたわけではない。その夜、西軍は大垣を出て関ヶ原へ向かった。家康が大垣を無視し、沢山や大阪方面へ進むという情報に反応したとも言われる。翌朝、西軍は石田三成、浮田秀家、小西行長、大谷義次、島津義弘らが各地に布陣。松尾山には小早川秀明、南宮山方面には毛利秀元、吉川広家らが陣を置いた。兵力は東軍約7万、西軍約8万とする数字が広く知られるが、実際に交戦した人数には異説がある。より重要なのは西軍のうち誰が本当に戦うのかという問題だった。三成には全軍を強制的に動かす権限がない。総大将の毛利輝元は大阪城にいる。西軍は一つの指揮系統を持つ軍隊ではなく、異なる事情の大名が同じ場所へ集まった連合軍だった。第11章、開戦。9月15日朝。霧が晴れ、両軍は衝突した。井伊直政と松平忠義が浮田隊へ発砲し、先端を開いたと伝えられる。福島正則隊は浮田隊へ攻めかかる。黒田長政、細川忠興、加藤義明らは石田隊へ迫った。石田隊には島左近らがおり、銃撃と防戦で東軍を食い止めた。大谷義次も東堂高虎らの攻撃へ抵抗する。後世小早川の裏切りばかりが語られるため、西軍がほとんど戦わず崩れたように思われることがある。だが浮田隊は福島隊と激しく渡り合い、石田隊も複数の部隊を防いだ。午前中、西軍優位とする伝承もある。家康にとって予定通りの展開ではなかった。秀忠軍は来ない。西軍は崩れない。家康は戦い以前に交わしていた約束が実行される瞬間を待っていた。松尾山の小早川秀明、その決断が戦場全体を変えようとしていた。第12章、小早川秀明の決断。小早川秀明は秀吉の縁者として育ち、
大領を与えられたが、その立場は不安定だった。領地変更や朝鮮出兵の評価をめぐり、三成側へ不満を持っていたとも言われる。一方で、西軍の一員として松尾山に布陣しながら、家康側とも事前に接触していた。戦いが始まっても、小早川軍は動かない。西軍は出撃を求め、家康側は約束の実行を待つ。有名な問い鉄砲は、後世の資料に見える逸話で、実際に行われたかは確定していない。やがて小早川軍は松尾山を降り、西軍の大谷義継隊へ襲いかかった。大谷隊は一度押し返したとも伝えられるが、脇坂康晴、沓木元綱らも離反し、攻撃へ加わった。一つの寝返りが次の寝返りを呼び、西軍の戦線は内側から切り裂かれた。大谷義継は敗北を悟り、自陣したとされる。その崩壊が小西隊、浮田隊、石田隊へ波及していく。家康は一人の裏切りだけに欠けたのではない。裏切りが連鎖する構造を戦い以前から作っていたのである。第13章、動かなかった毛利軍。西軍総大将は毛利輝元だった。だが、輝元は大阪城におり、関ヶ原にはいない。南宮山には毛利秀元、吉川広家ら大軍が布陣していた。彼らが東軍の側面や背後へ攻めれば戦況は大きく変わった可能性がある。しかし毛利軍は動かなかった。先頭付近の吉川広家が家康側と内通し、毛利家の領地保全を条件に不戦を約束していたからである。後方の毛利秀元らが進もうとしても、広家軍が動かなければ進めない。最小殿のから弁当という逸話もあるが、本質は弁当ではない。毛利一族の中で戦争目的が一致していなかったことにある。輝元は総大将となり、秀元は西軍として戦おうとし、広家は毛利家を守るため家康と密約を結んだ。結果として毛利軍は壊滅を免れたが、戦後毛利家は大幅に減俸された。西軍は決戦が始まる前から指揮系統を失っていたのである。第14章、西軍崩壊。大谷隊が崩れると西軍の戦線は急速に瓦解した。浮田秀家、小西行長、石田三成らは敗走する。その中で島津義弘隊は戦場に残された。島津軍は合戦中、積極的な攻勢に出なかったとされる。三成との意思疎通、兵力、指揮関係など理由には諸説がある。敗北が決定的になると、島津軍は通常の退路ではなく東軍の正面へ突入した。攻勢島津野の木口と呼ばれる敵中突破である。追撃する東軍と戦いながら戦場を離れ、島津豊久ら多くの将兵が犠牲となった。これは勝利の突撃ではない。敗軍が生き延びるための壮絶な撤退だった。関ヶ原は半日ほどで大勢が決した。だが短かったのは戦いが簡単だったからではない。決戦前から積み重なっていた不信と密約が均衡を失った瞬間、一気に軍全体を崩壊させたのである。第15章、なぜ家康は勝ったのか。第一に、西軍には統一された指揮系統がなかった。総大将は大阪城におり、三成には諸大名へ絶対命令を下す権限がない。第二に、家康は事前に調略を進めていた。小早川秀明だけでなく、吉川広家、脇坂康晴ら複数の将が内通や不戦を約束していた。第3に、西軍は伏見、田辺、大津などへ兵を分散させ、有力部隊を決戦へ集められなかった。第4に、東軍の豊臣系大名が積極的に戦った。福島正則、黒田長政、細川忠興、東堂高虎ら、かつて秀吉に仕えた大名が東軍主力となった。第5に、西軍は秀頼本人の命令による戦争だと明確に示せなかった。そのため、東軍側も豊臣家への反逆ではなく、三成を討つ戦いだと考えられた。家康は敵より完全な軍を持っていたのではない。秀忠軍を欠き、危険も抱えていた。それでも敵より壊れにくい連合を作った。東軍は三成を倒すという一点でまとまった。西軍は家康を止めるという目的さえ全軍で共有できていなかった。西軍は大軍だった。しかし一つの軍ではなかったのである。第16章、敗者への裁き。敗走した石田三成、小西行長、安国寺へ慶は捕らえられ、京都で処刑された。浮田秀家は後に八丈島へ流される。毛利家、上杉家など西軍側の大名は
改易や大幅な減俸を受けた。一方、東軍参加者や寝返った者には恩賞が与えられた。だが戦後処理は単なる褒美と処罰ではない。誰をどこへ配置するのか、街道と城を誰に守らせるのか、大阪周辺に誰を置くのか、家康は領地を動かし、日本の軍事地図を作り変えた。豊臣系大名には大領を与えながら重要地域から遠ざけ、徳川府代には交通と防衛の要旨を任せる。戦場の勝利を次の反乱を防ぐ仕組みへ変えたのである。ただし東軍参加者も永遠に安全ではなかった。後に福島正則らが改易されるように、関ヶ原の恩賞は永久の友情ではない。新しい秩序に従う限り領地を認める。それが徳川の論理だった。第17章、関ヶ原で豊臣家は滅びていない。関ヶ原の直後も豊臣秀頼は大阪城にいた。豊臣家は存続し、家康も表面上は豊臣政権の有力者として振る舞った。関ヶ原は家康が秀頼を倒した戦争ではない。家康に対抗できる大名連合を解体し、豊臣政権内で家康に並ぶ勢力を消した戦争だった。1603年、家康は征夷大将軍となり、江戸幕府を開く。1605年には将軍職を秀忠へ譲り、徳川の支配が家康一代ではなく世襲されることを示した。それでも大阪城には秀吉の遺産と豊臣家に期待する人々が集まった。二つの権威は並び立てない。関ヶ原から14年後、大阪冬の陣、翌年大阪夏の陣、秀頼と淀殿は死に、豊臣家は滅亡した。関ヶ原で豊臣家が滅びたのではない。だが関ヶ原によって豊臣家を軍事的に支え得る大名連合が解体された。大阪の陣は関ヶ原で始まった権力移動の最終段階だったのである。終章、関ヶ原とは何だったのか。関ヶ原は一日で終わった。だがその一日は一日だけで生まれたのではない。秀吉の死、幼い秀頼、家康の台頭、三成の孤立、朝鮮出兵が残した対立、会津征伐、伏見城の炎、田辺城と大津城へ分散した西軍、上田で遅れた秀忠軍、大阪城にいた毛利輝元、戦わなかった吉川広家、反旗を掲げた小早川秀秋。無数の選択が関ヶ原という一つの場所へ集まった。家康は全てを思い通りに動かしたわけではない。秀忠軍は間に合わず、西軍は激しく抵抗した。小早川が動くのかも。最後まで確実ではなかった。関ヶ原は完璧な計画による圧勝ではない。危険な状況の中で敵より多くの味方をつなぎ止め、敵より早く相手の結束を壊した者が勝った戦いだった。三成は豊臣家を守ろうとした。福島正則も三成を倒すことが豊臣家を守ると考えたかもしれない。吉川広家は毛利家を守るために西軍を動かさず、小早川秀秋は自家を守るために味方を裏切った。真田家は父と弟が西軍、兄が東軍へ分かれた。誰もが自分の家と未来を守ろうとした。その選択が別の者から見れば裏切りになった。関ヶ原に単純な正義と悪はない。忠義を貫くか、家を残すか、昨日の味方を信じるか、明日の勝者へかけるか、戦国を生きる者たちが下した取り返すことのできない決断である。関ヶ原で江戸幕府が完成したわけではない。豊臣家が滅びたわけでもない。だがこの日を境に家康へ対抗できる政治勢力は大きく後退した。家康は戦場の勝者から国家秩序を作る支配者へ変わっていく。天下を分けたのは一発の銃声ではない。戦場へ至るまでに交わされた無数の決断だった。関ヶ原は一日で終わった。しかしその一日は日本の未来を200年先まで変えたのである。チャンネル登録、高評価お願いします。